皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。ということで、改めまして皆さんこんにちは。皆さんは今見ているドラマはありますか？先日このチャンネルでホットスポットというドラマを紹介しました。生徒さんが見ていると聞いたからなんですけど、その方がその時阿修羅のごとくを見ていると言っていました。で、ホットスポットがすごく面白かったので、その方が見ているなら阿修羅のごとくも面白いかなと思って見始めました。そしたらハマってしまいました。ただ今度は面白くてハマったのではなくて、一番はムカムカして、なんでそうなんのって思いながら続きが気になってそれで見ていた感じです。ムカムカっていうのは怒っている時に使うオノマトペです。ちょっと気持ちが悪くて吐きそう、うぷって吐きそうな時にも胃がムカムカするなんて言います。でも胃がってつけなければだいたい怒っている時にムカムカすると言います。ムカつくとも言います。で、時間を見つけては続きを再生みたいな感じで、スマホで見てました。で、この阿修羅のごとくは昭和54年、つまり1979年に放送されたドラマのリメイクです。皆さん知っている方が多いと思いますが、日本は年の言い方が2つあります。一つが西暦で1979年とかです。今年は2025年ですね。で、もう一つが元号です。これは天皇が変わると変わります。今は令和ですが、ドラマが最初に放送されたのは昭和でした。私、元号がいつもわかんなくなっちゃうんですよ。今、令和6年だっけ、7年だっけとかわかんなくなっちゃうんですよね。だからない方が楽なのにって思っていた時期もありましたが、今となっては時代を区切るのに、分けるのに便利かもなって思うようになりました。例えば、昭和っぽいとか、昭和だねのような表現があります。昭和の時代のような古いものとか、古い考え方に対して使います。いい意味でも悪い意味でも、とにかくその昭和の頃の普通だったものとか考え方を表現するのに使います。昭和は長くて1926年から1989年までの64年間ありました。結構長いですよね。だから昭和っぽいと言っても、いつなのって考えるといつって言えなくて、結構古そうなら昭和っぽいという感じです。で、このドラマはまさに昭和でした。だから
昭和ってどんな感じにこのドラマは答えてくれます。見た目も言葉遣いも考え方も昭和でした。なので今日はこのドラマ、アシュラのごとくを使って昭和っぽいとはどんな感じかというのをお話ししたいと思います。ではまずは簡単にこのドラマがどんな話なのかを説明しますね。まず主人公は一人というより四姉妹です。四姉妹というのは、全員女の子の4人の兄弟という意味です。日本では、兄弟の間でも年齢が大事です。なので、それぞれに呼び名があります。まず最初に生まれた女の子は長女です。長い女と書きます。漢字で。はい。で、2番目の女の子が次女です。次の女と書きます。それ以降は漢数字を使って三女、四女、五女となります。途中で男の子が生まれたら、同じように最初の男の子は長男になって、次の男の子は次男になります。その後は三男、四男、五男です。つまり日本の場合、男女の区別と生まれた順番を区別するということです。で、このドラマの主人公は四姉妹です。特に次女がよく出てきた気がしましたけど、でも4人とも主人公っぽい感じです。で、この4人は年齢に結構差があります。はっきりとはわからないんですけど、長女と次女は割と年が近くて、多分どちらも40代。で、そこからちょっと開いて、三女は30前ぐらいで、四女は20代って感じでしたね。で、一番上と下が20歳ぐらい年が離れていそうな感じでした。だから長女の息子はもう成人しているのに、四女はまだ子供もいないぐらいな感じです。で、4人とも立場が違って、長女は夫がもう亡くなっていていません。で、次女にはサラリーマンの夫がいて専業主婦です。で、三女は図書館で働いていて結婚はしていません。四女は先の見えないボクサーと付き合っています。で、この四姉妹をやった役者さんたちがすごく良かったです。長女は宮沢りえという人がやっていました。宮沢りえ、私結構好きなんです。昔、貴乃花っていう横綱になったお相撲さんと付き合っていて、婚約しましたっていう会見を2人でしたんです。婚約っていうのは結婚の約束をすることです。で、その頃、宮沢りえは19歳ですっごく可愛かったです。で、お相撲さんの方もハンサムで強くて人気があったんです。で、お相撲さんは20歳だったんで、もう19歳と20歳のカップルで、どっちも人気があったので、すごく話題になりました。それがですね、その婚約がすぐに破棄になったんです。で、お相撲さんの方はその後、年上のアナウンサーの人と結婚しました。で、もう私は本当にがっかりしました。私からしたらそれは愛のある結婚じゃなかったんですよ。お相撲さんって、相撲部屋に所属しています。その会社みたいなもんですね。それを相撲部屋と言います。で、相撲部屋には何人も
お相撲さんがいるんですが、宮沢りえと婚約したそのお相撲さんは、ある相撲部屋の跡取り、つまりそこを継ぐ人だったんです。その人のお父さんもね、お相撲さんだったんです。だからいずれその彼が相撲部屋を経営していく必要があったんですが、奥さんがその経営というか運営にすごく関わるんです。なので、その結婚相手としてはもっとそういうことに向いている人を選んだような印象でした。というか今調べてみたら、結婚するために宮沢りえは仕事を辞めないといけないみたいな条件を出されていたみたいです。で、それはできないということで、じゃあ結婚できないみたいなことだったようです。昭和っぽいって思ったんですが、調べてみたら1992年のことだったんで、昭和が終わって3年後ぐらいのことですね。結婚に強く家の事情が絡んでくると昭和っぽい感じがします。その結婚する2人の問題じゃなくて、家の問題ですね。でも、相撲部屋ってまさに古い日本の伝統でやっているところなんで、私にはわからないところがね、山ほどあると思います。で、婚約が解消された後、宮沢りえはすっごく痩せちゃったんです。あんなに可愛かったのに、ちょっとげっそりしちゃったんです。げっそりっていうのは、痩せ方がひどい時に使います。げっそりしちゃったのは絶対ショックだったからだと思うんですよ。その結婚できなくなったってことがですね。で、私はそのお相撲さんには本当にがっかりしました。で、そういう昔の思い出が蘇ってきて、懐かしくなりました。蘇るっていうのは死んだ人が生き返ることなんですけど、思い出が蘇るのように使うと、忘れてたことを思い出すってことです。あと、四女の役の子がめっちゃ可愛かったです。広瀬すずって言うんですけど、こんなに可愛い女優さんがいたのかってちょっと思うくらい目がキラキラってしていて可愛かったです。ちょっと嫌な感じの性格の役だったんですけど、顔が可愛すぎて目が離せませんでした。で、最初にムカつきながら見てたって言ったんですけど、女優さんたちも良かったし、昔っぽさがすごく面白かったです。で、言葉遣いも印象的でした。ちょっと昔っぽいんですよ、やっぱり。今は使わないなって感じの話し方もありました。例えば、お姉さんという呼び方です。ドラマの中では、お姉さんのことをお姉さんってさん付けで呼んでいました。今だったら、義理の姉、つまり夫とか妻のお姉さんを呼ぶときには、お姉さんってさん付けをすると思うんですが、自分の本当のお姉ちゃんを呼ぶときは、お姉ちゃんと呼ぶと思います。で、人に対しては、私の姉はって言うんですけど、呼びかけるときは、お姉ちゃんを使うと思います。それか、名前で呼び合う姉妹も多いと思います。私のいとこは、さっちゃん、しーちゃんって呼び合ってます。でも、ドラマの中では、お姉さんって呼びかけていたんで、ちょっとびっくりしました。で、あと、語尾も昔っぽいのがありました。語尾って言葉の終わりの部分ですが、和洋がよく出てきました。行くわよとか、知らないわよとか、今なら行くよ、知らないよって言うと思います。あと、のよってのも出てきました。もともと声の小さい人なのよっていうセリフがあったんですが、今だったら、
もともと声の小さい人なの。で、よをつけないで終わるのかなと思います。で、和よとかのよっていうと普段使わないので面白くって、ついドラマを見た後ふざけて使ってました。逆に言えばそれほど今は、一般的じゃないってことです。それから今は使わないような表現もありました。よしてよとか女房とか聞いたことありますか？よしてよはやめてよということです。女房というのは妻のことです。今妻のことを女房っていう人はあまりいない気がします。それこそ昭和の時代の人が言いそうな言葉ですね。あとはドラマに出てくる服装とか髪型とかが古くって、そういうのも昭和って、こういう感じっていうのがドラマからわかると思います。で、着物を着ている人が結構出てきます。今着物を着ている人ってあんまり見ないんですけど、当時は綺麗にして出かけるときは着物という人もまだまだいたんだと思います。基本的には上の年代の人たちですけどね。で、考えてみれば私昭和生まれなんですけど、小さい時おばあちゃんが家に来る時着物だったそうです。私が7歳の時に亡くなってるんで、私はよく覚えてないんですが、母がそう言っていました。で、電車に乗るような外出の時には必ず着物を着て、外出したそうです。着物を着ることが今より一般的で、自分で着物を着れたんだと思います。で、私の母は今80近くになりますが、まだ80ではないな。はい。私は母が着物を着ているところは結婚式以外は見たことがないです。で、私も着ないですね。で、私の周りに着物好きな人が2人いて、前3人でランチに行ったら、その2人は着物で来ました。で、その2人は着付けを習っています。着付けというのは、着物を着ることというか、着せることです。着付けとかを習ったことがないと、普通の人は一人で着物は着れないんですね。で、私も着れないです。で、私のおばあちゃんの時代の人、もし生きていたら100歳を超えている年なんですが、その年代の人は自分で着物を着れる人が多かったのかなって思います。もちろん人によるとは思いますけども。で、まあ、ドラマに着物の人が多かったのは、長女がお花の先生で、生け花ですね。いつも着物だったせいもあると思うんですが、今だったらお花の先生も毎日の生活は洋服じゃないかなと思います。正式な場では着物だと思いますけどね。で、あとこのドラマの特徴というか、昭和っぽさの特徴としては、電話です。携帯がないんで、家に電話するんです。で、メッセージを残せる留守電もない時代なんで、電話にはその時出ないと、誰からの電話なのかがわからないまま終わってしまうんで、みんな電話に出ようとするのが面白かったです。何かしてても電話優先みたいな。つまり何か話し合ってても、あ、電話が来たからって電話に逃げちゃうことが許される感じでした。で、そんな感じでこのドラマの中ではしょっちゅう電話が鳴っていました。そもそもドラマの始まりは三女がそれぞれみんなに電話をするところから始まります。で、三女が電話をかけた理由は、父親が浮気をしていて、10歳の男の子までいるという話だったんです。浮気っていうのは、自分が結婚してるのに、別の相手を好きになったり、
別の相手と関係を持ったりすることです。それが浮気です。で、その父のことがあって、じゃあどうするかみたいな話し合いから始まるドラマでした。だからドラマを通してそういうドロドロしたところが扱われてるんですね。で、なんかね、もう父は浮気してるし、長女は不倫してるし、不倫っていうのはすごく浮気と似たような言葉なんですけど、結婚している人と関係を持つことです。で、自分が結婚してると、それは、浮気ですね。または不倫を使ってもいいのかな。で、自分が結婚してない場合は、自分は浮気じゃないので、それは不倫になります。で、そういう言葉に、強くなるようなドラマでした。で、次女は、夫の浮気を疑ってます。で、三女は、硬すぎるっていう点が問題みたいなんですけど、結婚ができてない。そして、四女は浮気現場を見ちゃうんですね。誰のとか言わないようにしておきましょう。で、まあそういうことがいろいろある中で、登場人物たちが、まあ自分の考えを相手に言ったりするシーンがあるわけですが、そういうのが、まあどれも昭和っぽい考え方で、イライラして、それで続きが気になったってのが最初に言った通り、このドラマにハマった一番の理由です。何その考え方って。それでいいの？それじゃどうなっちゃうのって、もう、続きを見ました。もう、女性のあり方というか、女性の扱われ方にイライラしました。で、四姉妹のお母さんの存在感が薄いんですけど、彼女の描かれ方が私、結構ね、すごく嫌だったんです。第1話目に家族でお寿司を食べているシーンがあったんです。で、4姉妹はもう家を出てるんですけど、久しぶりに実家に集まって、次女の旦那さんも入れて、7人で多分出前のお寿司を食べているシーンです。出前っていうのはお店の人が家まで届けてくれるものです。で、最近は出前をやっているお店は減ってきたかもしれないですね。ウーバーイーツもあるし。まあ、ともかく、家でお寿司を食べるシーンがあったとしたら、普通は作ってないです。お寿司は職人が作るものなので、出前か買ってきてます。で、そのシーンでお母さんはみんなに汁物、まあ、味噌汁かな、を配ったりとか、何かしてるんです。みんな座って食べてるのに。で、それから次女が高いお寿司をみんなより先にいつも食べてるという話をしているときに、お母さんがみんな好きなものちゃんと食べてるわよって言うんです。で、それに対して三女が、そういうお母さんだってさ、卵と穴子はいつも人の分食べてるもんねって言うんです。で、私、これはちょっとどうなんだろうって思いました。というのも、卵と穴子ってどっちかといえば安い寿司なんですよ。穴子ってうなぎに似てるんですけど、焼いて甘い味で食べるものです。で、うなぎに似てるんですけど、うなぎより安いんです。だから、もしやお母さん、みんなに高いね、いいネタのお寿司を譲って、みんながあまり食べないのを食べてるんじゃないってちょっとね思ってしまいました。で、そんな感じでこのドラマのお母さん我慢していることが多いんです。で、家族にも夫にも尽くす女性でした。尽くすっていうのは相手のためにいろいろしてあげることです。このお母さんの場合、旦那さんが爪を切っていたらその下に新聞紙を敷いてあげたりとか、
していました。爪が飛ぶからですね。そんなの自分でやらせればいいのにっていうか、そうやって散らかしてるならやめてって言わないといけないんじゃないのかなってちょっとね、思いました。でも言わないんですよ。で、そのお母さんの発言で、女は言ったら負けっていうのがあったんです。私、なるほど、これが昭和かって思いましたね。これは爪切りの問題ではないことに対して言ったことですが、多分夫が浮気していようと、家に全然帰ってこないとか、問題があったとしても、何も言わずに自分が我慢するとか、自分で解決するのがいいことだって思ってたんでしょうね。でも私はこの女は言ったら負けにゾッとしました。これは男性に都合のいい考え方ですよね。自分が浮気をしても何をしても妻が黙っていればなかったことにできますからね。男性にとって都合のいい女性であることを求められていたんだなって思います。それを女性側が美徳ってのは美しいあり方です。その美徳として内面化していた。つまり自分の価値観として受け入れてたんだと思います。で、この女は言ったら負けですが、主語を女はって広く取っています。このドラマでは女ってそうなのよとか男だからとか性別を一括りにしたような言い方がしょっちゅう出てきました。そういう男だからとか女だからという決めつけもちょっと昭和的だなっていう気がしました。人はいろいろですからね。性別でこうだって決めつけるのは良くないですよね。とはいえ、ちょっと話がそれますけど、私一つだけどうしても気になっていることがあります。私、車を運転していて、自転車が急に飛び出してくるとかが何回かあったんですけど、みんな男だったんです。小学生から大学生みたいな子まで割と若い子たちがいましたが、みんな男。しかも一人はうちの息子でした。私が道を曲がろうとした時にカーブミラー、曲がり道に鏡がね立ってるんですけどね、自転車に乗ってる息子が映ってたんです。で、その曲がった先の道が狭かったんで、私曲がらないで待ってたんですよ。そしたらその道から私の方に曲がってきた息子がそのまま私の車にぶつかってきたんですよ。もうびっくりしました。で、私の車は止まってたし、息子のスピードもそんなに出てなかったから何の問題もなく良かったんですけど、どこ見て運転してるのって思いました。で、ちゃんと鏡を見るようにって言いましたけど、うちの車で本当に良かったし、大きな事故につながらなかったことも本当に良かったなって思います。話がそれましたね。ともかく飛び出してくるのは男の子って私は思い込んじゃってるんですけど、これを男は飛び出しをするという言い方をすると昭和っぽくなる気がします。で、ありがたいことに今はだいぶ男だからとか女だからという決めつけは少なくなってきていると思います。特に若い人はもうそういうことはあんまり言わないんじゃないかなって思います。ただ、地方に行くと、つまり田舎の方では結構古い考え方が残っています。例えば、私の住んでいるところでは自治会長って男性なんです。自治会っていうのはそこに住んでいる人たちで作る組織っていうかグループなんですけど、その地域のためのことをするんですね。で、仲良くなるために運動会をしたりとか、
あとは、普通に掃除ですね。一緒に掃除をしたり、資源ゴミの回収って言って、リサイクルを一緒にしたりとか、そういうことをします。で、その自治会の会長の順番は、ここに住んでいる60歳以上の男性の間で今のところ回っています。女性はカウントされてないんですよ。よく言えば女性には大変すぎるのではないかという配慮、心を配ってくれている。悪く言えば女性にはできないでしょと、ある意味下に見ているとも言えます。私もやりたくないからわざわざ騒がないんですけどね。だからそういうことが変わらないんですね。はい。では最後に家族関係についてお話ししたいと思います。昔は家族には気を使わなくていいという風潮があったと思います。風潮っていうのは時代によって変わっていく世の中のあり方です。家でぐらい気を使わないでいさせてくれよみたいな感じで、不機嫌な時にはそれを思い切り家族に出したり、言いたいことを相手の気持ちを考えずに言うというのが割と一般的だった気がドラマを見ていたらしてきました。で、ドラマで例えば次女は子供たちに結構冷たいんですよね。子供の言いたいことを聞かないで、自分がこうしろって言いたいことだけ言うんです。それから三女と四女は仲が悪くて、いつもお互いをけなし合ってます。けなすっていうのは悪く言うってことですね。で、あと話し方っていうか口調がなんか冷たいんですよね。で、そこがちょっと見てて引っかかりましたね。もうちょっと家族の間でも気を使おうよって思いました。三女の場合はもしかしたら誰に対しても話し方が冷たいのかもしれません。旦那さんになった人への口の利き方もなんかすごい冷たくって、ちょっと優しくすればいいのになと思いました。で、今はもうちょっと家族にも気を使おうっていう風潮になってきてると思うんですよね。もちろん人にもよりますけどね。で、それとちょっと通じてると思うんですけど、昭和の時代は家庭内暴力、今は DV って言葉の方がよく使われますが、DV も今ほど問題にされてなかったと思います。今よりあったんですけどね。で、家族は気を使う対象じゃないから殴ってもいいってことだったんでしょうかね。ちょっとわからないですけどね。で、今は暴力はダメってなったので良かったです。もちろん DV がなくなったわけじゃないですけど、DV は良くないものというのが常識になったことは良かったと思います。で、ちょっと話は広がりますが、学校での校内暴力。校内暴力っていうのは学校内で行われる暴力のことです。校内暴力も昭和の時代は今よりずっとありました。で、先生が生徒に暴力を振るうことも普通でした。で、頭をゴツンってやるぐらいは暴力のうちに入ってなかったと思います。今やったら大問題ですけどね。なので私はこのドラマを見ていて、この考え方嫌だなって思うことが多かったので、今が逆にね、本当にいい時代になったな、よかったなって思いました。もちろん全然パーフェクトじゃないですけど、前よりいい方向に来てると思うんですよね。で、ちょっとびっくりするんですけど、日本で女性が選挙で投票できるようになったのが1945年のことなので、ほんの80年前のことなんですよね。だから、この80年で常識がこれだけ変わったっていうのは、驚きだなって思います。なので、
未来はきっともっと良くなるはずという希望を持ちました。はい。じゃあ最後にドラマのタイトルについて触れておきます。ドラマのタイトルはアシュラのごとくです。で、アシュラっていうのは仏教の中で、あとインド神話で、争いや戦いが好きな神様の名前です。で、宗教について興味のある方は、仏教は仏様で神道が神様なのに、なんで仏教に神様がいるのって思うかもしれません。話すと長くなりますが、日本ではそういうものなんです。で、綺麗な神社の風景とともにそのことについて話した動画があるので、リンクを貼っておきますね。初級者向けのチャンネルで出したものですが、勉強になると思います。で、何々のごとくというのは古い言葉ですが、何々みたいにという意味なので、アシュラのごとくというと、アシュラのようにとんでもなく起こっている恐ろしいイメージが伝わってきます。つまり、どういうことでしょうね。誰がアシュラなんでしょうかってのは、もしドラマを見た人がいたら考えてみてください。私はね、あの人だと思います。でも内緒にしておきます。はい。ということで、今日は昭和っぽいということについて話をしました。いかがでしたか？ドラマを見なくても昭和っぽいというのはちょっと古い考え方の時代、1980年代より前ぐらいと思ってくれればいいと思います。今日も、皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。また高評価をしたり友達にシェアしてくださった皆さんありがとうございます。皆さんが聞いてくださるので楽しく続けられています。最後に一つ宣伝をして終わりにします。皆さんは日本語を話すときに発音に自信を持ててますか？今回、不倫という言葉を出しました。結婚している人と関係を持つことですね。不倫に似た音の言葉に風鈴があります。風鈴というのは風に吹かれて鈴が揺れて周りのガラスとかに当たってチリンチリンって鳴る鈴です。夏に飾るものです。綺麗なんです。でもこの風鈴を不倫と言ってしまうと突然ドロドロした違うものになります。不倫、風鈴なんですが、この風鈴の伸ばす音が短くなってしまう人が多いです。私のサブスクコースでは日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えていて、そういう伸ばす音とか小さい「つ」の音とか勉強する人にとって難しいものを勉強できます。英語で教えるコースなので、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。勉強になると思います。で、それだけじゃなくて会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できます。皆さんに文を読んでもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスを私がします。よかったらぜひチェックしてみてください。はい、では今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。皆さんぜひ良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。